皆さんこんにちは、さきです。本日は最近買ったコスメを紹介していきたいと思います。非常に人気な購入品紹介でございます。まずはスキンケア部門から紹介していきます。まずはこちらの美容液です。これはアルビオンの美白美容液で、アルビオンエクシアブライトニングイマキュレートセラムって書いてあります。清く貫く美への情熱が新たな美しさを作る、美を謳歌するエクシア。ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず透明感ときめ細かさと張りがある肌に導いてくれる美白化粧液、美白美容液って書いてあります。なんかメラニンとかに効く系のやつで、全部で28本入ってて、ちっちゃいのが。だから多分1ヶ月分で、3万円ぐらいですね、大体お値段が。のものになります。ちょっとお高かったんだけど、これから夏が近づいてきて、美容液系を美白系のものに変えていこうかなと思ったんで、とりあえず買ってみました。まだね、1本しか使ってないから、これがどういいのかはわからないんだけど、特にまだ変わらずっていう感じです。ただすごいお値段も張るからなんかいいのかなっていう期待を持ちながらちょっと使ってみております。続いてコスメデコルテの、これも美白美容液です。これ私間違えちゃって詰め替えを買っちゃったから、直で私こうやってやってビヨンって出してるんだけど、本当は多分詰め替え用のやつで、ちゃんとしたやつはもっと何かで吸い上げる系のやつだと思います。これも美白系の美容液になります。あともう一個美白系買った。これもなんかテクスチャーがちょっとミルクっぽい感じですごい使いやすかった。私美容液でなんかちょっとトロトロしてるやつはミルク系がすごい好きで、どっちかっていうとミルク系の方がつけ心地が好きなので、これの使い心地はすごい良かったです。一応今全部3つとも1回ずつ使ってみたんだけど、どれがいいかとかは正直ちょっとずっと使い続けないと分かんないので、一旦購入したよっていうのだけ紹介していっております。続いてコンシーラー系。まずディオールのコンシーラーです。これメイクさんとかがよく使ってるコンシーラーで、これ00番って言って真っ白なタイプの色、自分の肌よりも白いタイプ。これは鼻のところとかにベースメイクをするときに、この鼻のところとかに立体的に見せたいところとかに使ってる方が多くって、気になって買ってみたって感じです。こことか、あとこういう感じでこう上に引き上げるように線で塗ってあげるとキュッと見えるよみたいな感じの使い方をしてる方がいたので買ってみました。で、同じくディオールでゲットしたのがこちらです。これは購入品じゃなくてお客様からのプレゼントなんだけど、液状のハイライトになってます。こんな感じ。これもツヤンツヤンになるのですごくおすすめ。ここら辺とかここら辺とかここら辺に塗ったりとかして最近は使っております。続いてイヴ・サンローランビューティーのコンシーラーです。新しく出たコンシーラーで、オールアワーズコンシーラーっていうやつで 0N1 番 MN7 番 LC2 っていうカラーを見つかってます。濃いのと、中間色と明るいの3色ともとりあえずゲットしてみました。濃いやつはシェーディング代わりに使えたらなみたいな感じで、とりあえず3色とも買ってみました。フィットするみたいな感じだった気がする。なんかコンシーラーとかベース系のアイテムなんだけど、パウダーいらないぐらいしっかりと密着してみたいな感じだった気がします。イヴ・サンローランつながりだと、インスタグラムの購入品紹介にも載せたんだけど、リップを5個ゲットしました。これはよくあるラブシャインのやつで201番、こんな感じのちょっと大人っぽい系のカラー。これ全部ツルツル系のうるうる系のやつなんで、実際に見た色よりももうちょっとシアー感があるような感じのカラーになってます。これすごい可愛かった。209番、ゴールドのラメが若干ついてるような赤っぽい色。夏なのでちょっとこういう透け感があるようなリップ可愛いなと思って集めてます。最近80番すごい可愛い。赤なんだけどちょっと抜け感がある赤、夏でもつけれる赤。122番、さっきのやつよりもさらに赤って感じ。スモーキー系のメイクとか黒髪さんに良さそうで、これが一番使えそうだったかな。150番、これもゴールドのラメあるんだけど、若干ややコーラル系と赤みが混ざったみたいなカラーになります。どなたでも使いやすそうな色の5本を買いました。で、続いてがこちらシピシピです。シピシピのハイライター、これの01番02番両方ともゲットしました。ちょっと大粒なラメのハイライトになってます。こういう感じ、結構キラキラって感じで、実際に手につけると若干クリーミーな感じ、かなりツヤ感がすごくて、なんか鎖骨とかにつけても可愛いと思うし、夏とかは大粒のラメが自然光だと可愛く映えるかなって思うのでやってみました。01番は
Twitter とかでもすごいバズってたんだけど、すごくない？なんか控えめなハイライトとかにしたい方はあんま不向きだと思うんだけど、こういうちょっと濡れ感があるようなざっくりハイライト欲しい方はおすすめだと思います。02番の方は若干ゴールド味があるようなカラーになってて、こっちが02番の方が多分ナチュラル、ちょっと肌なじみがいい感じかなって思います。イベントの時とか使えそうって感じ。あとこれも気になってて買いました。シピシピのリッププランパーピリ辛ってやつです。私キーボーってやつ使ってて、それと比べてどうなんだろうと思って買ってみたんだけど、唇のポンっていう感じはキーボーみたいなやつの方が良かったです。なんでこれをプランパー、そんな唇がポテッとする感じはなかったけど、若干ヒリヒリするなーぐらいの感じ。テクスチャーがこっちの方が、キーボーのやつはグロスって感じでリップの上からも重ねれるんだけど、これは薬用っぽい感じでちょっと白乳感が混ざってるから、リップケアのやつって感じでした。なんでリップの上から塗っちゃうとリップの色がなくなっちゃうっていうか、色が消えちゃうから、これはもうほんと普段使いってよりかは家で使う用かなっていう、メイクする前のリップケアみたいな感じで使うのにいいかなと思います。で、続いてクレドポーブラッシュクレーの4番ですね。クリームチーク、夏なのでじわっと系が欲しくって、こちらのカラーは結構薄付きだ。しかもなんか結構オイル系、ツヤツヤオイル系、でも可愛い色、肌なじみいい感じのカラーって感じ。とりあえずクリームチークは手当たり次第に可愛いのがあったら買ってるっていう感じです。同じくクレドポーの買ったリップグロスです。これは4番ですね。ブリアンアレブレルエクラ、ピンクにラメが混ざってる色になるんですけど、夏なのでこれもちょっとこういうラメがミックスされた感じが可愛いかなって思ったのでやってみました。続いてがこれどこなんだろう、 M、 このマットピーチムードっていうのがブランド名なのかな。ちょっと初見なんですけど、インコリアなんで多分韓国のやつ。これの03番ピーチフラッシュっていうのを買いました。もう超オレンジって感じの、これもクリームチークですね。こっちの方がちょっとマット、さっきのやつよりもしっかり、やっぱ韓国のやつだからマットにしっかりつきますよっていうオレンジ系のカラーです。これ多分超色白く見えそう。続いてがオットタイプっていう韓国のブランドで最近流行ってるブランドなんですけど、それのやつがアットコスメに出てたので、もともと欲しくって探してたんだけど、韓国次行った時に買おうかなぐらいのテンションだったんだけど、まさかのアットコスメやったので完売してるものが多かったんで、それ以外は全部買ってきました。でアイシャドウは3色あって1色だけ残ってたので、この M735 っていうカラーを買いました。ピンク系なんだけどちょっとこうスモーキーなカラーが全体的にあるっていうカラーになります。ベージュトーンとかのメイクする時とか、あえてこういうカラーにこういう唇だけラメ感があったりとかシマー感があるやつとか使っても可愛いなって思ったのと、あとこのブランドのやつがちょっと2000年代系のお顔の雰囲気というか、ちょっと昔っぽいメイクの感じ、テイサイド系だったんだけど、なんかそういうメイクにもすごい合いそうだなって感じ。なんかリップもね、これとかさっきのやつのシャドウに似合いそう。こういうカラーとか、これにこういうちょっとヌーディーなやつに合わせたりとかしたら、今っぽい韓国のちょっとやんちゃっぽい女の子みたいな感じのメイクができそうなんで、とりあえず買ってみました。でリップもね一緒に買ったんだけど、マットとツヤタイプ両方あって、まずマットはこちらのブラーティント321番っていうさっきのヌーディーなカラーと632っていうカラーを2色買いました。これ超ね、こっちが超可愛いの。632の方が可愛い。こういう感じのローズっぽさがあるような色、なんて言うんだろうな、見えねえ。ただこれ使いづらい点が1個あって、リップのあれが大きくってブラシがちょっと塗りづらいけど、なんか今っぽい感じでも重ねてるからあれなんだけど、いい感じのリップのように仕上がります。これすごいお気に入り。もう一個はもうちょっとヌーディーな感じのカラーになってます。続いてが、768、こっちツヤタイプですね。これも可愛かった。さっきのやつのマットタイプの可愛いって言ってつけてるやつのツヤバージョンっていう感じです。ローズ系のカラーっていうのかな、ちょっと深みがあるようなカラーで、これが737番で中間色ベージュ系424、これオレンジ系だった気がする。ちょっとオレンジピンクみたいな感じのカラーです。でリップは5色買って、あとチークも買いました。ででん、これもクリームチークのタイプで245コーラルっていう、こういう
コーラル系のカラーです。でもちょっとコーラルだけどピンクよりピンク味が強い感じのコーラルです。なんかご覧の通り若干みずみずしい感じ、ツヤ感が残る感じ。さっきのオレンジのやつは結構マット系だったんだけど、こっちはツヤっぽさが残る感じになってます。でもう一個のこの563っていう色は今私がここにつけてるカラーになります。こっちはピンク系のカラーの2色を買いました。で続いてがデイジークです。デイジークはこれ桜エディションみたいなやつでロマンチックブロッサムセットでセットになってました。これも今私がつけてるこのアイシャドウになります。なんか白っぽい感じ、いい意味で白浮きするピンクっていう感じの淡めでミルク感が詰まったピンクの色になってます。ほんと桜って感じの色味と、あとリップ2個、桜なんちゃらってやつとなんとか餅って書いてある、ちょっと読めないんですけど、とりあえず2色ゲットしてます。こっちの桜なんちゃらってやつはこういうカラーです。でもう1個は結構使い方注意って感じ、こんな感じで結構青みピンクって感じ、間違えたらほんとバブリーな顔に仕上がりそうなんで、これはメイクテクが必要っていう感じなんだけど、桜っぽくって可愛いなっていう感じです。私はこっちの方がお気に入り。続いてがこちらのグロス、なんかこういう透明のコームのやつなんだけど、トロットロの白乳感あるリップになってます。なんか白っぽさが混ざってるから、普通のピンクのやつの上に乗せても白っぽさが出るのかな、おそらくっていうか、さっき使ったんだけどなんかわかるかな、上から乗せると白くなる、クリーミーになります。テクスチャーはなんかちょっとややもったりって感じのやつでした。であとこちらのリップですね、メルティングキャンディーバームのさくらんぼってやつと桜あんこって書いてあります。桜あんこはバーブリーっていう色、これ多分中央とか縁回りベージュにして中央にぼかしつつのせたら可愛いタイプの韓国の女の子が得意げなリップのカラーかなと思います。でもう一個のさくらんぼはマジさくらんぼ、マジさくらんぼって感じのカラーになってます。これでもこっちのバブリーな方使ったんだけど、使い方によっては私はこっちの方が好きかなって感じ。説明になってるか分かんないけどこれ続いてこちらナルカっていうブランドの前髪スティックみたいなやつなんだけど、これも韓国のやつらしくって、これいいなって思ったのが、こっち側は産毛とかをこうやってやったりとか、全体的なこのアホ毛をこうやって整えるやつになってて、こっちがこういうなんかマスカラじゃない、なんかブラシみたいな感じになってて、こうやって整えられるのがすごい便利だなと思って、私結構前髪のアレンジとかこういうのでよく作ったりとか毛流れ整えたりとかするので、それすごい便利だなと思ったのと、なんか前髪スティックってまたバケにお金かけてないというか割とシンプルな感じのドンキホーテみたいな感じのパッケージが多い中、これなんか可愛いなと思って、普通にポーチに入れたら可愛いなっていうちょっとおしゃれな感じのやつだなと思ってこれを買いました。っていう感じの購入品になっております。私のアットコスメコレクションになっております。久々に行ったからね、1ヶ月ぶりぐらいに行ったかも。なんで本当はちょっとクレドポーのパウダーも欲しかったし、ビタミン C の化粧水トナーみたいなやつとか結構もともと欲しいなって思ってたやつがあったんだけど、それがなんか欲しいと思ってたやつ全部完売してたのと、あとあれが一番欲しかったんだよね。なんだっけ、緑のさ高いさ美容液のブランドなんだっけ、あれラメールのなんかピーリングの美容液みたいなのがあって、なんかそれがピーリング効果があるからツルッとするみたいな、お肌がなんかいいみたいなのでなんかで見たんだけど、それがちょっと気になって使って、ピーリング系ってさ合う合わないあるじゃんからなんかちょっと気になって買ってみたいなと思ったんだけど、それがラインナップにないって言われて、またちょっと別日に買いに行こうかなっていう感じでございます。ちょっと意外と少なくてそんなにって感じだったので、計12万ぐらい購入品でした。なんかアイシャドウがそんなにないのかな、そんなになかった。新作のアイシャドウとかのチークとかもそんななかったし、クリームチーク系はすごい潤っててゲットできるものゲットしてきたんだけど、やっぱスキンケア系がすごいいいものが良さそうなものというか、夏に向けてなんかどこのブランドさんも美白に力を入れたアイテムとかがすごい特集がいっぱいあったので、でも私アットコスメの回し物みたいなんだけどでも本当にこれとこれは美白化粧水の特別コーナーみたいなところに置いてあって、きっと多分効果が成分が一緒だから両方ラインナップで使うことってないじゃん。けどなんかどれがいいのか分かんなくて全部良さそうでとりあえず買ってみました。でもこの中からいい方を使っていけたらなっていう感じ。購入品早いんだよね、喋るの。毎日何を使っててとかスキンケアも何使っててとか全部載せてほしいって言ってくれるんだけど、この間 YouTube じゃなくてインスタにも載せてみたの。一個一個ね商品名も入れて全然あんまり反応良くなくて、でみんなさいつもさ
くよねみたいな。わかる？聞くから私まとめて載せたのに、そういう時に限ってみんな全然反応してくれなくて、日々のストーリーでそれどこのですかって、まあもちろんね、つけてみるところ見ないとわかんないっていうのはもちろんなんだけど、見て、本当に YouTube にも載せてるから。しかもこれ紹介してそのまま一生お蔵入りのものもあったりとかするからね。その製品がいい悪い関係なしに、自分の好きとか自分のマイブームかどうかによるんだけど、登場しない可能性もあるんで、ぜひ皆さんいいなって思ったものはどんどんゲットして真似してみてください。ということで以上、斉藤咲の購入品紹介でした。バイバイ。